どうも皆さん、カイトです。現在と過去を列車の中で駆け巡るリターンワンウェイトリップをご存知でしょうか？こちらは2020年10月14日に Xbox と Steam にてリリースされました。早速一通りクリアしたんですけど、日本をリスペクトした 2D ドットホラーでしたね。突如幽霊列車に閉じ込められた女性が現在と過去を行き来しながら真相を迫る様子は結構面白かったです。今回はリターンワンウェイトリップという作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずリターンワンウェイトリップってなんだよって方に簡単に説明すると、 2D 横スクロールの探索型ホラーで主人公の先を操作して列車からの脱出を目指す感じです。海外のゲームでありながらも日本がベースであり、日本人形を思わせる描写からキャラクターにも日本人っぽい名前が採用されています。ホラーポイントとしてはところどころでのびっくり加減で脅かしてくるパターンですね。前回のビビエットとは違って緊迫して追いかけられることはあまりないんで、ホラーをミックスしたストーリーを楽しんでというスタイルと感じ取られました。先を操作してインベントリーアイテムを入手する、そして鍵を開けてその先を探索、お使いのような謎解きをしていくというあるあるを楽しめます。ざっくりと説明するとこんな感じです。次にストーリーとしては、卒業旅行としてキャンプに来ていた先たちはとある手紙がきっかけでいざこざが始まってしまいます。友人の一人が森に飛び出してしまうが、夜も更けていたのでそのまま眠りにつくことに。目が覚めると周りには誰もおらず森の中を探していくことにします。人影を見つけた先は奥にどんどん進むと、そこには見たことがない列車の姿、この中にいるかもしれないと思った先は列車に乗り込んでしまうっていうお話。次におすすめポイントになるんですが、ストーリーがとにかく面白いの一点張り。もう一回言いますが、ストーリーはめちゃくちゃ面白かったので推したい。男女のもつれからの友人飛び出しての誰もいなくなりの列車へ GO の時点で興奮するんですが、あまりにも冷静すぎる先が異彩を放ってるんですよ。どれだけおかしな状況になろうが常に冷静で物事を進めていくのが非常に楽しめます。霊に吠えられてビビると思いきや、生きがっていた友人が一目散に逃げていって震えている場面を見た瞬間に、こいつマジかよって絶対に思います。描写がグロテイストも多い中での奇想天外なアクション要素、そして追い込みをかけるような現在と過去が交差していく展開はドキドキしました。主に列車内が物語の中心で謎解きもさほど難しくなかったのが良かった。あとは少し気になったところなんですが、アイテムがとにかく見つからない。基本は列車内を行ったり来たりするんですが、全部調べても見つからないってことが頻繁に起こります。これがマジで厄介でありメンタル持ってかれます。なんでこういうことが起きるかっていうと、選択範囲がほんまにわずかしかないんですよ。特にここに関しては他の探索ポイントと被ってしまって全く気づかなかったです。偶然中の偶然で見つかった奇跡。また特定のアイテムを使うことでイベントが発生するのも多いので、迷ったら片っ端からインベントリーアイテムを使いましょう。こういったポイントを少しでいいので分かりやすくしてほしかったなと。最後にまとめになるんですけど、序盤でストーリーが少しでも楽しいと思ったら絶対にプレイしてほしい。リターンワンウェイトリップ。謎解きが意味不明な瞬間も必ずヒントが隠されている 2D ドット。そして主人公の恋人に絶対イラッときてしまうのがこのゲーム。良ければ皆さんも先を操作して現在と過去をつなげてみませんか？きっといきなりのダッシュ展開でも楽々に逃げ切れてしまいますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。